この動画はテキサスインストゥルメンツの提供でお送りします。こんにちは。パワー半導体シリーズ第3弾ということで、パワー半導体はどこに使われているということを今日は解説します。皆さんもちろん知っているかと思うんですけども、まず最初にロジック半導体とパワー半導体の違いです。ロジック半導体は何か演算処理をするための半導体です。ロジック半導体と呼ばれるものはゲート素子と呼ばれる最小の単位を集めて作ったものです。そのゲート素子をたくさん組み合わせていって何か命令を実行できるような回路。それが CPU であったり GPU とかになります。一方でパワー半導体は何かというと、その名前の通りパワーを制御する半導体です。例えば IGBT とか MOSFET とかここに写真があります。数十アンペアから数キロアンペアの電流を流したり流さなかったり、あとは数キロボルト、数千ボルトの電圧にも耐えられるような、そういったものです。そしてスイッチングという動作を使って電力を巧みに制御するのがパワー半導体です。ちなみにロジック半導体の電圧は 0.7 ボルトから5ボルトくらいです。これがおさらいですね。次に実際パワー半導体がどういったところに使われているのか、電力のレベルを3つくらいに分けて応用例を書いています。もちろんこれ以外にも応用例はたくさんあります。まず一番小さい電力レベルで、例えば 1kW 未満ですね。AC アダプター、USB 充電器ありますけども、そこを開けてみると赤枠で囲った部分にたくさんパワー半導体が使われています。ちなみにこの Apple の 140W の AC アダプターですが、ここにですね、窒化ガリウムのパワー半導体使われています。それ以外にも、例えば産業用のスイッチング電源ですね。制御盤の裏とかについているやつです。こういったところ、中にパワー半導体がいくつか使われています。次、電力のレベルをもう一段上げます。だいたい 100kW から 100MW くらいの応用先です。例えば、電気自動車のメインのモーターを回すためのインバーターの部分にパワー半導体使われています。これは IGBT ですね。最近の電気自動車、ピークパワーで数百キロワットあるものもありますが、SiC、単価ケイ素の MOSFET を使っている、そういった応用例もありますと。こういった電気自動車のモーターを回すためのインバーターよりさらに規模の大きいモータードライブ装置にもパワー半導体当然使われています。インバーターの盤を開けるとこういう風にパワー半導体が積層されてですね、これ円盤のものなんですけど、そういったパワー半導体の使い方もあります。数メガワット、数十メガワットのモーターどこで使うっていう話なんですけど、例えば鉄鋼圧延ですね。鉄を伸ばす圧延マシンに使われているモーターは結構容量ありますね。それ以外にも液化天然ガスのプラントで数十メガワット、あとはパイプラインとか、そういったところでも数十メガワットのモーターを使ってコンプレッサーを回したりしています。ここからさらに電力のレベルをもう一段階上げるとですね、こういう風になります。ここまで来ると電力系統に接続するレベルの応用先になります。1ギガワット、マルチギガワットくらいの電力です。例えば日本国内の例だと東日本と西日本の周波数の変換所ですね。電力を融通するところに使われています。それ以外にもファクツ機器、交流の電力系統の品質を安定させるための装置にも使われています。HVDC、高圧直流送電、北海道と本州の電力を融通するところに最近2019年くらいですかね、できましたね。それ以外にも例えば洋上風力発電の海上にあるサブステーションとかそういったところにも使われています。ちなみにこの写真が北海道と本州を連携する設備です。ここまでの設備になると電圧が数百キロボルトあります。ですので地面に直接ですね、置くことはできなくて、外資の上に置いてですね、絶縁を保つということをやってます。こちらはですね、パワー半導体のバルブを天井から吊り下げて地面との絶縁を保っています。こういうふうにパワー半導体いろいろなところに使われているわけですけど、結局何をしているかというと、電流の流す流さないを制御しているわけです。このスイッチと同じですね。スイッチが開いていますが、これは当然電流は流れません。このスイッチを閉じると電流が流れるようになります。機械的にスイッチを閉じる開くというのをやっていますが、この動作をですね、電気的にしてしまうのがパワー半導体です。ここにパワー半導体の一種である IGBT と MOSFET がありますが、ゲートと呼ばれる端子に電圧を加えることでスイッチが閉じて、電流が流れる状態を作れると。逆にゲートの電圧が 0V の場合は何も電流を流すことができない状態なわけです。機械スイッチで説明するとゲートの電圧が 0V の時は
スイッチが開いていると電流は流れません。でゲートに電圧を加えていくと、こういうふうにスイッチが閉じて、今電流が流れる状態になったと。で、また今度ゲートの電圧を 0V にすると、こういうふうにスイッチが開いて電流は流れない。この動作をやっているわけです。ちなみにこれですね、ものすごく早く動作ができて、機械のスイッチでやると1秒間に10回とかが限界なんですけども、こういったパワー半導体を使うと1秒間に1万回から100万回ぐらいいけます。パワー半導体の応用先というのはいろいろあるんですけども、その応用先によって使うパワー半導体の種類というのは実は違っています。適切なパワー半導体を選んで、設計していくっていうのがパワーエレエンジニアの役目なわけですけども、こういうふうにたくさん種類のあるパワー半導体をどういうところに使っているのかというのをもう少し深掘りして話します。ちなみにですね、よく使われるパワー半導体はダイオードサイリスター GTO、グレート T とゲートターンオフサイリスターですね。GCT、ゲートコミテートターンオフサイリスター、MOSFET と、そして IGBT。これらがよく使われます。従来のパワー半導体は基本的にシリコンベースだったんですけども、ここ最近になってですね、ようやくワイドバンドギャップパワー半導体を使って、さらに高性能にするっていう流れがあります。実際ですね、ワイドバンドギャップ半導体、単価係層 SiC、窒化ガリウム、ガリウムナイトライド、GaN ですね。こういったものはですね、もうすでに実用化が相当進んでいます。USB 充電器なんかだと窒化ガリウムよく聞きますね。GaN ですね。で、あとは電気自動車のインバートカーだと単価係層 SiC よく使われています。半導体に使われている材料自体を変えて性能を高くしていこうというわけです。ちなみにワイドバンドギャップ半導体がよく使われるのはダイオード、特にショートキーバリアダイオードとこちらの MOSFET です。構造的な工夫をすることで性能をこれまで高めてきたんですけども、それにもですね、やっぱり限界があるということで、物性の壁をですね、当然超えることはできないわけですね。ですので、パワー半導体を作っているもの自体を変えてしまおうという作戦です。最近になってワイドバンドギャップ半導体からさらに、ウルトラワイドバンドギャップ半導体っていうですね、ものも注目されています。酸化ガリウムですね。フロスフィアとか、ノベルクリスタルテクノロジーとか、日本のベンチャー企業がですね、今頑張ってこういったものを開発して、サンプルとかも出てますね。それ以外にもダイヤモンド半導体であったり、これはまだまだっていう感じなんですけども、話がそれましたが、紹介です。またちょっと話がそれるんですけども、パワー半導体のパッケージの話ですね。パッケージについてはまた別で動画作ろうかなと思うんですけど、軽く紹介です。使う用途とか目的に合わせてかなりたくさんの多様なパワー半導体のパッケージが用意されています。一番スタンダードなのがこちらのディスクリートタイプのパワー半導体です。ここに足が生えていますけど、ここをハンダ付けして、回路を組み立てていくと。でもうちょっと電力が大きくなってくると、パワーモジュールと呼ばれるですね、箱の中にパワー半導体のチップが入っているようなものもあります。さらにカスタムパッケージ品なんかもあります。この中にパワー半導体が入っています。で、最近の電気自動車はこちらのパワーモジュールを使ったものなんか結構多いですね。一部例外もあって、こういったディスクリート品をですね、いくつも並列接続して電流を稼いでいくというやり方もあります。今紹介してきた3つのものについては中にパワー半導体だけしか入っていないんですけど、パワー半導体プラス制御 IC も一緒にこの中に入れてしまうものもあります。パッケージの中身であったりその構造についてはまた別で動画作ります。ここに来てですね、もうちょっと深掘りしていくためにパワー半導体に求められることですね。大前提として価格は安くなると。安くなることが望ましいと。で、その前提があった上で項目が求められます。大電流を流せる高耐圧、つまり高い電圧に耐えられる低損失、パワー半導体のところで発生する損失が少ない、高いスイッチング周波数で動作、制御性を上げられたり、あとはパワー半導体だけでは使えないんですけど、パワー半導体の周りに受動部品っていうのが必ずついてくるんですね。フィルムキャパシターとか、そういったところを小さくするためにスイッチング周波数を上げたりします。最後、簡単に制御できる、つまり簡単に使えるかっていうことですね。まず電流
流についてです。当然ですが、大電力を扱うためには、大電流を流せた方がいいわけですね。できるだけ電流の容量を稼ぎたいわけです。実際パワー半導体のパッケージを開けていくと中にチップが入っています。チップをですね、上から見たところですね、チップがあるんですけども、こういう風にして、この断面をですね、研磨して見ていくと、断面の構造っていうのはこういう風になってます。よく教科書とか見るとパワー半導体のですね、デバイスが一つだけのところがあるんですけども、実はこの中身を見てみると、多数のデバイスがですね、並列接続になっていて、そこに電流が流れるようになります。ちなみにパワー半導体はですね、ロジック半導体とは違って、ウエハーを貫通するように電流が流れます。ロジック半導体はウエハーの表面を電流が流れますね。チップの面積を広くしていけば並列される数も増えますので、多くの電流を流せるようになります。それでも間に合わないようだったら、パッケージを並列に接続していきます。なんですけども、このパッケージ自体の並列接続っていうのは結構難しいです。っていうのも、このチップの中であれば、ほとんど特性は揃っていますので、電流の偏りというのはあまり生じません。パッケージを2つ並列接続にする場合、どうなるかっていうと、これ中身の特性が合っていないと、電流の偏りが生じてしまいます。電流が偏りすぎると、偏った方が壊れるんですね。で、片っぽが壊れたら、もう片方に全電流が流れるわけですから、結局もう片方も壊れてしまうみたいなことになってしまいます。ですので、電流はたくさん流れる方がいいと。パワー半導体の種類別でだいたいどのくらいの電流が流せるかというのをこちらにまとめました。縦軸に周波数とか電圧があった方がいいかと思うんですけど、今回は電流だけに着目しているのでこういう風にしています。縦の並びには意味はありません。まずシリコンの MOSFET だと200、300A が上限ですね。次に窒化ガリウム半導体、特にギャンオンシリコンですね。これもだいたい 100A から 200A の電流が上限かなっていうところです。シリコンの IGBT ですが、マックスでだいたい 2kA くらいまで流せるものがあります。SiC の MOSFET ですね。これはですね、まだまだ発展途上といった感じで 1.2kA くらいまで流せます。で、本当の大電流のデバイスっていうのは何かっていうと、サイリスターとか、そういったものになります。シリコンのダイオードですね。6kA くらいまで流せるものがあります。サイリスターとかは本当に大電力のところで使うようですね。こちらの何キロアンペア流せるとかデバイスの元々持っている耐圧によっても結構振れ幅が大きいです。次に高耐圧なデバイスです。パッケージがこういう風にあって、ドレインとソースのところに全電圧を加えても壊れないと。当然ですけども、大電力を扱うためには、電圧をですね、どんどん高くしていった方が大電力扱えるわけです。その電圧に耐えられるだけのパワー半導体っていうのが当然必要です。だいたいどれくらいの電圧まで耐えられるか。シリコンのショットキーバリアダイオードだと 200V くらい。シリコンの MOSFET、特にスーパージャンクション構造のやつですね。あとはギャンオンシリコンなんかは 650V くらいが条件です。さらに高い耐圧を持っているものは SiC のショットキーバリアダイオード、SiC の MOSFET。実際販売されているものだと 3.3kV。プロトタイプとかだと 6.5kV のものが、例えば三菱電機とかから出ています。他にもですね、シリコンの IGBT6.5kV。シリコンのサイリースターですね。GTO、GCT は 6.5kV 程度。シリコンのダイオードなんかも 6.5kV 耐圧のものがあります。用途によってはパワー半導体の持っている耐圧以上の電源電圧の応用というのがあるわけです。そういった場合はどうするかというと、パワー半導体を直列接続にします。ただ直列接続っていうのは結構難しくて、このデバイス間のばらつきというものがあって、電圧の偏りができるわけです。特にスイッチングの時にですね、偏りが大きくなって、低確率電圧以上が加わって壊れるということがあります。デバイスのばらつきをなくすというのも大事ですし、スイッチングのタイミングをですね、もうしっかりと同期させてやる技術というのも非常に大切になります。次、発生する損失が少ない。スイッチングっていう動作をですね、パワー半導体は基本にしているわけですけども、そのスイッチングのタイミングでスイッチング損失というものが発生します。それ以外にも、電流が定常的に流れているところで、導通損失というのもあります。こういった損失をいかに減らすかっていうのがですね、パワー半導体では重要になります。
例えばシリコンの IGBT から SiC MOSFET に変えると、こういったところの損失っていうのは、基本的に下がる傾向にあります。電気自動車のインバーターなんかがいい例ですね。それ以外にも USB 充電器でシリコンの MOSFET が使われてきましたが、窒化ガリウムのパワー半導体を使うことで損失を減らすことに成功しています。損失を減らすと何がいいかっていうと、当然発熱が減りますので、冷却を簡素化できます。つまり冷却部分を小さくして、その分のコストを圧縮できるわけです。冷却するのにヒートシンクを使う場合もあれば、チラーを使う場合もあります。そういったコストって意外と高かったりするんですね。次、高いスイッチング周波数で動作可能。これはですね、前のスライドの発生する損失が少ないと関係しています。高いスイッチング周波数で動かすと、こちらの受動部品、インダクターとキャパシターがありますが、そこに出たり入ったりする時間あたりのエネルギーは小さくなります。そうすると何が嬉しいかっていうと、受動部品小さくできます。つまり装置を小型化できるわけです。ですけども、今度スイッチング周波数を上げると、スイッチング損失が増えます。前のスライドでですね、スイッチングするところで、スイッチング損失っていうのが出ていたわけですけども、例えばスイッチング周波数が 1kHz だったとすると、スイッチング損失は1秒間に1000回発生します。次にスイッチング周波数を10倍に上げると、単純に考えてこのスイッチング損失というのは10倍になるわけです。スイッチング損失が増えるので、冷却をですね、頑張らなきゃいけないというふうになります。デバイス別のスイッチング周波数ですけども、サイリスターだと、高くても 450Hz くらいかなといったところですね。特に大電力のパワー半導体だと、だいたい 450Hz くらいを境にして、SiC を使ったり、シリコンの IGBT を、に使い分けるということをしています。シリコンの IGBT だと、スイッチング周波数高くて 20kHz くらい。シリコンのダイオードも、だいたい同じくらいですね。シリコンの MOSFET だと、ちょっと高くて、100kHz から高いものだと 1MHz くらいまであるかなといけるかなといったところですね。SiC の初期バリアダイオードと SiC の MOSFET だとシリコンの IGBT よりかは、少しは高くできるかなといったところです。最後、GaN ですね。結構スイッチング周波数高くて 20kHz 当然いけますし、それよりも高いところで最高 13MHz とか 26MHz とか、そういったかなり周波数の高いところで使われます。例えばここで一つ例を挙げると USB 充電器。5、6年くらい前まではほとんどシリコンの MOSFET が使われていますけども、最近のものだと窒化ガリウムを使ったものがかなり多いかと思います。なんでこんなことが起きたかっていうと、GaN の物性がかなり良くてですね、使われているパワー半導体を MOSFET から GaN に変えるだけでもう損失が下がって装置自体も小さくできますっていうのがですね、もう分かって、そうなったらみんな GaN を使い始めたっていうところですね。やっぱ USB 充電器小さい方が嬉しいですからね。今までのデバイス別の電流電圧スイッチング周波数のマップを一つでまとめるとこういう風になります。横軸がスイッチング周波数、縦軸が応用先の電力です。ここにサイリスター、シリコンの IGBT、シリコンの MOSFET があると、SiC の MOSFET とGaN シリコン、横型の GaN ですね。そういったワイドバンドギャップのパワー半導体があると。サイリスターズって書いてあるんですけど、これはサイリスターと GCT と GT を全部含んでいます。直流送電 HVDC、ギガワットオーダー数百キロボルトのところで使われると。あとは送配電ですね。大電力のモータードライブのところでもサイリスターは使われます。ただですね、シリコンの IGBT とですね、領域が被るところがあります。特にモータードライブ領域のところです。IGBT だと、例えば鉄鋼圧煙、大容量モータードライブ、メガソーラー、1500V の太陽光パネルですね。鉄道のモーターですね。そういったところにも使われています。であとは電気自動車のインバーターですね。ただですね、SiC の MOSFET が出てきたことによって、だんだんですね、シリコン IGBT のですね、領域が少しずつ狭まって、逆に SiC MOSFET がですね、こういった大容量のモータードライブ、メガソーラーであったり、鉄道、インバーターのところで使われています。新幹線の N700S なんかは、フル SiC ですし、山手線今走ってるやつなんかも、フル SiC ですね。電気自動車のインバーターなんかもシリコンの IGBT 使われてきたんですけども、今はですね、結構 SiC MOSFET を使う
例が多くなってきてます。それよりですね、電力は小さいんですけども、周波数が高いところではシリコンの MOSFET が使われています。家電とかですね、IH、エアコン、洗濯機とか、そういったところのモーターを回したり、サーバーの電源、スイッチング電源、USB 充電器、シリコンの MOSFET がよく使われています。ただ、窒化ガリウムのパワー半導体が出てきてからですね、サーバー電源であったり、スイッチング電源、特に USB 充電器なんかは GaN がかなり使われ始めています。さらに周波数の高い RF の無線給電なんかでは GaN の強みがですね、かなり出てきます。動画の中盤で説明したウルトラワイドバンドギャップ半導体どこに使われるのか。これはですね、正直まだよくわかんないと。ただ酸化ガリウムなんか非常に高体圧まで耐えられるとか言われていますので、もしかしたらこの SiC MOSFET と結構被るかもしれません。すでに出ている SiC MOSFET もですね、やっぱりどんどん研究されていってコスト的な面であったり、特性的な面でもどんどん改善されているので、果たしてこの酸化ガリウムがですね、本当にどこか食い込んでくるのかっていうのはですね、これは正直わかんないですね。すいません。ちょっとですね、忘れかけてたんですけども、制御が簡単にできるっていうのをこれも非常に重要です。意外と見落とされがちですね。特にスイッチング周波数を高くできる GaN とかそういったところでパッケージの中に全部制御回路とパワー半導体が入っているものなんかがかなり役に立つんではないかと思います。ゲートドライブ回路が最初から入っていると。これの何がいいかっていうと、高周波の場合だとドライバーとパワー半導体が別だと使うのは難しいんですね。使えないこともないんですけども、パワー半導体の持っている本来の性能を出すために PCB のレイアウトを工夫したりしなきゃいけません。別々のパッケージに入っているものを一つのパッケージの中に収めて最短で接続できるようになればゲートドライブのインダクタンスとかも減るわけですので、いろいろ特性であったりそういった制御は簡単になるよなといったところですね。で、実はですね、今日のスポンサーのテキサスインストゥルメンツなんですけど、こういった領域かなり得意なんですね。もともとアナログ回路を作っているところですから、アナログで構成されているような回路ですね。これと同じところにパワー半導体を入れると。で、実は TI って数十ワットから数キロワットいかないレベルのところで使われている制御回路とパワー半導体が一体になったような電源 IC、実はかなり得意としている分野ですね。スイッチング電源とか作ったことのある人なら、一回はですね、使ったことがあるかとは思います。今日はどんなところにパワー半導体が使われるのか、電流電圧、スイッチング周波数のレベル別で見てきました。大体ですね、こういう風に分類されるというのが皆さんお分かりいただけたかと思います。最後のまとめに入る前に今日のスポンサーのテキサスインストゥルメンツの紹介です。どうぞ。テキサスインストゥルメンツの電源 IC を皆さん使うと思いますが、電源の設計って難しいですよね。実際に電源を作ったら思ったよりパフォーマンスが出なかった、そんな経験あるかと思います。そんな悩みを Web 上で解決する設計支援ツールがあります。TI の Web ベンチです。使い方は簡単、入出力の電圧を選ぶだけ。ビューデザインを押して、例えば一番上にある電源を選びます。このままの設定で電源を作っても良いですし、部品をクリックすると代替品を選べたり、左の方から設計を効率重視に変更できたり、EMI フィルターの追加などもできます。設計が完了したらエクスポートでビルオブマテリアルを出力すれば完了です。電源設計をある程度お任せできるので Web んちぜひお試しを。いかがだったでしょうか。 TI の電源 IC の設計ネット上でできるのでぜひ試してみてください。今回パワー半導体をいろいろ話してきたわけですけども、実は第4弾も計画しています。シリーズパワー半導体なんですけども、中身はちょっと未定ですね。パワー半導体だけで実は動画のトピックって結構作れますので、かなり長続きするシリーズかとは思います。今回のスポンサーのテキサスインストゥルメンツもそうですけども、他のスポンサーのディジキーであったり、インフィニオンであったり、そういった非常に強力なスポンサーがいるので、パワー半導体については今後ですね、かなり充実させていく予定です。皆さんぜひ期待しておいてください。シリーズパワー半導体以外にもマイコンとか電動機とか、そういったものもシリーズ化しています。ということで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。